どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。神話の戦いとさえ言える極真史に連綿と語り継がれる一戦が存在します。大山道場時代に初代師範代として大山抹殺をもうならせる喧嘩10段の腕前で路上でもその腕を鳴らし16人もの合い口を持ったヤクザを一蹴した伝説的な空手家安田英二。身長180センチ体重80キロという当時としてそして現代としても恵まれた体格にして高校の2年間豪中流の山口豪源に師事。そこで段位を得て3年生は受験勉強で休み入学した学習院大学では船越義鎮の弟子であり松濤館空手の開拓者松濤会の江上茂に師事。大学2年生の時に大山抹殺に誘われ昼は空手部夜は大山道場という二重生活を送り朝に和式の手洗いに座ると立てないほどの日々を積み上げて最終的に江上茂からは5段大山道場及び極真空手7段を授かるに至ります。あらゆる空手を極め特にその前切りは対戦相手に今から前切りをやるぞと伝えておいてなお防ぎきれないという予告前切りという異名を持つまでに至った武神とも言える人物。そして大気市政憲法の沢井健一柔道5段剣道4段合気道4段を取得し中国に渡り様々な武術家と立ち会い北京にてタイ政権の創始者である王光斎と立ち会い乾杯して感服し弟子入りを果たし辛く苦しい修行の果てに気の力を得るに至り帰国後は関東一円を武者修行に渡り歩き自然の中にて稽古を行うことを主義とし戦後の日本に武道を根付かせるべく大山抹殺と交流し映画の中で決闘を行い牢屋摩擦をはじめとした多くの武道家を育て上げ日本ではそれまで馴染みがなかった気という概念を持ち込み後の格闘技全般に計り知れないほどの影響を与えた曰く剣聖。そんな二人がぶつかり合った戦いが存在します。ある日沢井健一が道場に来て大山道場最初期の師範代である源一郎曰く道場に来てああじゃないこうじゃないとうるさいんですよ。それで 1,2 回はいいけど何回もやられて大山先生も頭に来たんでしょうね。それで稽古の終わる頃に沢井健一は道着に着替え拳法の動きでバタンバタンと初段あたりの生徒を 2,3 人同時に倒してみせる。その源一郎と相対した際巴投げるように持ち込もうとされそれに源一郎はこれは突っ張ったらどっちかが気がするなと察しとっさに逆らわず投げられそれに大山抹殺が安田英二安田君もお手合わせしてもらいなさいと指示。その後で大山抹殺が襲った当てて構わん。それに安田英二は当てないとこっちがやられる飛ばされるわけにはいかない。大山道場は大したことないと言われてしまうと本人曰くそれでも思いっきりではなかったけど自然の力は大きいものなんともない右前切りがタイミングよく腹に同時に顔面に正拳が入る。沢井健一は倒れた。
そして当時、空手紹介書である What is 空手制作のため、カメラマンが道場にいたせいもあり、その時の写真が残ってしまったといいます。その後、一度は沢井健一も元のマシンも安田英二も続いて源一郎と組手を行ったといいますが、その最中に沢井健一の容体が変わり、そのまま矢部病院へ直行し、手術。3ヶ月の入院となり、その時に腸が断裂していることが判明。改めて安田英二がお見舞いに伺うと、沢井健一の奥さんが大変お怒り。曰く、もう嫌だよ、真剣勝負って言ったよな。みたいな感じになり、空手をやめようかとまで思ったという話です。全然許してくれなくて、なんだかんだあった末に姉と大山摩擦も一緒に行って、やっとことが収まったという流れらしく、大山摩擦の方は安田英二が沢井健一に勝ったということ、という裏話もあると言いますが、その真剣勝負ということは、安田英二が語るには、組手前に礼をしますが、礼を尽くしても通用しない人に空手を使うわけですから、絶対に負けはあり得ない。それはスポーツとの違いである。真剣に組手して負けたら勝つまである。何年かかって帰り道に待ったりとか。安田英二及び大山摩擦もそのようなタイプだったという話です。そしてその腸を断裂するという現代極真どころか武道史においても類を見ない破壊力を生んだ秘密。曰くパンガイの剣、人の手足は剣とパンガイヌーン V 断面、それのやりすぎで安田英二の足の指はほとんど折れ、そして固められ、蹴りをやりたかったら即死、抜き手やりたかったら中指と薬指で2つは選ばずに蹴りか抜き手を選び、即死ピーンと伸ばして蹴る。まさしく打つ、叩くではなく刺し貫く、手足を武器と化す空手、真実の意味での体現者と言えたのでしょう。私はこれからも武道の転換点、語り継がれるべき神話とも言える戦い、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。